皆様こんにちは。いつも動画のご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、APB で一番最初にやらなければいけない 1×2×3 ブロックの、上手な作り方のご説明をしようと思います。なんとかしてここの列を使って相型を作っていけば、できるよというような解説をしたんですけれども、それは場合によっては非常に効率が良くないということもありますので、パターンがざっくり3パターンあるんですね。そのパターンさえ頭に入れておけば、非常に効率よくここを作っていくことができます。どういうところに注目してここを作っていけばいいのかというような解説をしようと思います。このパートで苦労している方はかなり多いと思いますので、参考にしていただければなと思います。まず、どういうパターンがあるかというのを紹介します。一つ目は、もう、II 型ですね。これ私が勝手に名前をつけてます。I 型を作って入れていく、I 型を作って入れていく、というような感じの作り方が一つです。なので、例えば何とかして、こうやって崩れているやつとかをくっつけてあげて、I 型にして入れていく、みたいなことをやっていけばいいだけですね。非常にシンプルな入れ方です。二つ目が、スクエア型ですね。ここの4つのブロックを作ってしまった後に、どっかしらからかI型を持ってきて入れてあげるというような感じで、これで注目する点というのが、ぐちゃぐちゃって崩れているときに、これですね。このクロスとコーナーというのがくっついてるパーツを見つけた場合は、この子を何とかして、ここの正しい座標に持っていくことさえできれば、このようにスクエア型を作ることができるんですね。なので、あとは I 型を入れていけばいいというスクエア型ですね。これに注目するパターンです。そして3つ目がバーバー型ですね。バーとバーを何とかして作ってあげて、くっつけてあげると。この3つのパターンで注目してあげる点というのは、1つ目というのは単純にこれが作りやすいかなみたいなのを考えてあげて、作っていってあげればいいというのがあるんですが、スクエア型とバーバー型の場合っていうのは、これですね。これに注目してあげるといいです。そしてもう一つがここですね。エッジに注目するといいです。今適当に揃えやすい感じで崩してるんですけれども、例えばこうやってぐちゃぐちゃって崩れているときに、これを見つけたと。お隣もラッキー、これ入ってるじゃん。という風になったときは、バーバー型を目指してみたりとか、スクエア型を目指してみたりとか、という感じで、注目するところが、これじゃないんですよね。今までは、クロスパーツの1個、これだけをとにかく必死に探して、すぐにこうやってくっつけられるじゃん、みたいなことしか考えてなかったんですが、このスクエア型で入れられるよね、というように注目するパーツだったり、バー型で突っ込めるよね、みたいな、エッジ揃ってんじゃん、みたいなのに注目することによって、非常に効率よく作っていくことができるんですね。II 型、スクエア型、バー型、参考例を紹介しますね。このように崩れている状態があったとして、私の場合は黄色下のオレンジ左でやっているので、主要なパーツはどこにあるかしらというふうに探していくと、まずオレンジ緑というのがここにいました。で、オレンジ青とオレンジのクロスパーツとオレンジ青エッジパーツがここですね。こんな感じの場所にいるみたいです。で、これをパッと見たときに、どうやって効率よく組んでいけばうまく突っ込めるかなというのを考えたときにですね、これとこれ、オレンジ青ってひっくり返すことによって、ここで相型ができるんですよね。1手。ここに相型できてます。で、この子がここにいてくれれば、あとはこの2つって突っ込むだけでいいんですよね。なので、2手。できてるやつを3手。4手。こんな感じで突っ込んでいくと、今のは II 型といいますか、I 型と I 型を作って突っ込んだよという感じの揃え方ができますね。次に、スクエア型ですね。はい。こんな感じで崩れていましたよってなった時に、パッと目につくのがこれなんですよね。これいるじゃんと。ということは、なんとかして、ここにオレンジ、青というエッジパーツを持ってくることさえできれば、この子滑り込ませれば、スクエア型できるじゃんと。で、
残った緑とオレンジを相型作って突っ込んであげることができればスムーズに入れれるよねという感じなんですが、ここにいると。で、オレンジ緑がここにいて、オレンジ緑がここにいる。こんな感じの崩れ方になってるみたいです。この時どういう風に動かせば上手に揃えていけるかなというのを考えていくとですね、ここにこれを立てたいんです。立てることによって、スクエア型、すぐにできますよね。できるんですが、そういう立てるという動作をするときとかに、なんとかして、この子とかをうまくくっつけることできないかなと考えたときに、単純に立ててというふうにやったら、オレンジ緑ってここにいるので、どうやってもあんまりうまくくっつけることができないんですね。じゃあ、U でもしてみようかと。U をすることによって、オレンジ緑っていうのがここに来るんですね。オレンジ緑。こことここにいます。そして、これを立てないといけないので、立てるという動作をしたときに、ここで相型ができて、ここにセットができるんですよね。なので、あとはスクエア型を作ってあげまして、完成しました。で、さっき作ってあげた相型を突っ込むと。こんな感じです。面白いですよね。ものすごく面白いんですよ。次はバーバー型ですね。一本棒と一本棒を作って突っ込むというような感じの参考例をやってみましょう。はい。こんな感じですね。今、オレンジ緑のエッジ。そして、オレンジ青、黄色のコーナー。ここにオレンジ青のエッジがいますね。で、ここに、スクエア型が作りやすいな、みたいなやつがいるので、例えばなんですが、これだけに注目して、なんとかしてこの子をここに持ってくることができれば、こんな風にしてスクエア型で突っ込むことができるんですよね。なので、これを持ってくるという考え方でもいいんですけれども、なんとかして、このオレンジ青ってやつとかを、くっつけたりとか、あとは動かし方によっては、例えばなんですが、今ここにいてくれるので、こう倒してあげて、ここにいるやつをひっくり返せば、ここで一直線できるんですよね。とかっていうこととかをいろいろ考えていくと、どういう風に動かせば、うまく自分のできるやり方に持っていけるかなというのを見つけることができるんですね。だから、これがすごく面白くて、私は今めちゃめちゃハマっているんですけれども、今回の場合は、ここと、ここにいるので、せっかくだったら、ここにオレンジ緑を、入れてみましょうかということですね。一手で倒して、ここにいるオレンジ緑入れてみますね。ほい。そしたら、一直線できました。でも、ここの向きは逆ですよね。緑がこっちで、青が向こうになってほしいので、これひっくり返さないといけないんですね。じゃあ、とりあえずひっくり返してみようと。ひっくり返すことによって、できてるんですね。できてるんですよ。どういうことかっていうと、これとこれがくっついててくれたんですよ。これとこれがくっついててくれたので、ちょっとわかりやすくこういう感じでいくと、こうくっついててくれてる。で、オレンジ面がこっち向いてくれてるので、ここのオレンジ面とひっくり返せばくっつくよね、みたいなのに気づくことができれば、今みたいにたったの4手で、ほい。あんな複雑だった状態から、この形に持っていくことができるんですよね。もう一個、バーバー型をちょっとやってみましょうか。こんな感じの形に崩れているみたいですね。ここに滑り込ませられる子がいますね。スクエアが作れるやつと相型がいますね。一見これは普通に相型、これポンって持っていけば、ここに相型が入ったりとかっていうのがあるので、オレンジとかをここに持ってきたりとか、いろいろ考えられるんですけれども、よーく考えてると、正解というか、こういう風に動かした方が明らかにいいよねというようなのって不思議と出てくるんですよね。で、例えばこれで言うと、ここと、ここにいて、で、残りの2つがこことここにいるんですね。で、パッと見たときに、これはスクエア型で作っていきたいな。でもここに相型いるから、これをなんとかして向こうに持ってって、後で相型って突っ込むってこともできるなっ
って思うんですけど、いって動かすことによって、ここに一本棒できちゃうんですよね。これを何とかして活かせないかなということを考えて組んでいくと面白いんですよね。これをいって動かすことによって、ここでくっつきもできて、正しい位置にオレンジ緑が入ってくれるんですよね。じゃあ、何とかして、ここにオレンジ青を持ってくることができれば、これ、いけんじゃねえかという感じなんですよね。で、どうするか。これをひっくり返さないといけないんですよ。向こうに。これです。これを向こうにひっくり返すという動作と同時に、この子もできたら下段にしたいんですよね。であれば、例えばですよ。これ元の状態です。元の状態。1、ここに入れることができて、くっつきができました。2、ここのひっくり返さないといけない面に持ってきました。3、ここが一直線で揃って、ここも一直線で揃ってます。4、面白いこんな感じで、今のパターンなんかはすごく面白かった例で、相型があるから、とりあえず相型、でも突っ込んじゃったら下段とか動かして相型崩れちゃうかもしれないから、ここにいた、エッジのやつを、こんな風にしたり、で、向こうに持ってって、で、これを持ってって、みたいな、そういう感じとかでも、組めることは組めたんですよね。3パターンですね。バーを作って突っ込んでいくのか、それとも、このスクエア型を作ってから突っ込んでいくのか、単純に相型と相型を突っ込んでいくのか、というような感じの3パターンさえ知っていれば、かなり左側のブロックを作るのは上手になります。今適当にこんな風にしてガチャガチャって手崩しで崩してるんですが、はい、こんな感じ。じゃあ見てみましょうか。例えばパッと見たときに、今ここにこうやって入ってくれてるんで、これは活かしてみようかななんていうことは考えるんですけれども、特に今回は何もないですね。何にもないですね。こことここにいて、ここにいて、ここにいるみたいな感じなので、これを活かしていくという考え方もできますし、あとはこれプラスこれがここにいてくれるので、ひっくり返すだけで、ぐるってひっくり返すだけで、ここにこういうのができるので、うまくこの動作とかを使って何かやっていけないかなということを考えて組んでいくといいと思うんですけれども、さてどうやって組んでいきましょうかね。例えばなんですけれども、今、先ほどみたいにものすごく上手に数手とかで組むことはできないんですが、私の場合だと、これとこれを、正しい位置にセットして、これとこれをくっつけるみたいなことをちょっと考えちゃいますね。どういうことかっていうと、これが向こう行っちゃうな。それがあんまうまくないな。これちょっと避けとくか。ここに避けときましょう。こういって、こことここにセットをしてあげて、この子が、例えばなんですけれども、向こう側に置いとくことができれば、ここにセットしました。これをひっくり返したら正しい位置に入ってくれます。そしてこれも同じようにひっくり返ってくれば、ここでスクエアを作れるよという形を作ることができるんですね。ここセット完了。で、スクエア作れるよ。そしてオレンジ青っていうのはここにいるんですね。なので、オレンジ青を入れた後にやればいいんですが、今、緑とオレンジここにいるんですよ。ということはですよ。これをここに持ってきといて、ここです。ここに持ってきといて、倒してあげるとですね、バーができるんですよ。バーができるんです。こういう発見ですね。これ1手でバーできるじゃん。もちろん見てください。ここもこうやって崩れてるんですよ。本当はこのポジション、この座標にいてほしいんですけど、この子をここに入れることによって、この子ってここに行っちゃうんですよね。こんな感じ。なので、戻してあげる必要はあるんですが、とりあえずバーができた。バーができたんだったら、一旦逃がしといて、これ元に戻します。で、これを立てたいんだけど、ここにバーがいるから、逃がしといて、揃えます。
最初はね、意味がわからないと思います。意味がわからないと思うんですが、私はスクエア型と、このバーバー型の知識と、アイアイ型の知識のみで、今みたいに何とかしてうまく組んでいけないかなということを考えて作っているんですね。で、そうすることによって、1×2×3 ブロックを作ってみた方だったらお分かりだと思うんですが、F2L にとらわれるということがなくなるんですよね。ここって F2L の知識で、この列、別に全部使っていいんですけど、U 面と、M 列と R 列とかを使ってうまくくっつきとか作って入れるみたいなことはできるんですけれども、当然 F2L なんでもう瞬発的に回せるからそんなに時間がかからないというのはあるんですけれども、いちいちI 型を作ってから向き揃えて入れる、I 型作ってから向き揃えて入れるみたいにやるよりは、今みたいに1、2、3、4、はいできちゃったよみたいな感じの方が圧倒的に早いんですよ。なので 1×2×3 ブロックを作っていくときっていうのは、今のところに注目してあげて、どういう風にやればスクエア型に持っていけるかなとか、これ一手で相型できるじゃんとかっていうところに気づいてあげることによって、ものすごくスムーズに 1×2×3 ブロックを作ることができます。めちゃくちゃ楽しいですよ。ルービックキューブって結構記憶ゲーみたいなところがあるじゃないですか。ですけど、これはね、もう完全にパズルですね。完全にパズルなので、めちゃめちゃ楽しいなと思って、最近この 1×2×3 ブロック作りにドハマりしてるんですけど、今、これ喋りながらガーッと適当に崩してたやつだったんですが、こことここにこうやって正しく入ってくれてて、で、オレンジ、上げればいいんですけど、ここにオレンジ上げちゃうと向こうに行っちゃうやつがいるので、そっちの方が都合がいいこともあるかもしれないんですが、オレンジ緑がどこにいるかい？ここにいるのか。ちょっとわからないから適当にずらしてみましょうか。この子を一旦逃がしといて、で、ドンってやってあげることによって、とりあえずバー型できましたね。バー型できたんですよ。S の動きとかで実際はやるのかな。で、あとは、これ今こうやってひっくり返ってるんで、向こう側でオレンジ面向こうっていうので、これとこれくっつけることできるんですよね。この子が向こうにいれば、オレンジ面向こうっていう感じで、この子をスクエア型へ持っていける形に作り変えることができるんですね。で、この子がどうなるかみたいな感じなんですが、あえて、この子も最初に立てといて、そうすると今度はこの子をこっちにひっくり返せば、この子とくっつきを作るみたいな、こことここにセットをしておいて、この子をひっくり返すことができれば、またこっち側でもスクエア型を作ることができるみたいな感じになったりもするんですが、ダブルでちょっとやってみますか。行ったり来たりするのであまり効率は良くないんですが、S とかを使って作りました。で、この子を一旦こっちにセットしておいて、とりあえずスクエア型みたいなやつを完成させます。この子元に戻してあげないといけないんで、戻すんですけど、この子がまた崩れてしまいますから、向こうに逃がしておきます。はい、逃がしました。元に戻します。この子を落とします。はい。面白い。面白いんですよね。今、本当にこうやって喋りながら手崩しでやってたのを、アドリブでというか、持ってる知識で揃えただけなんですが、今ぐらいのやつだと結構読めるんですよね。こうやってやったらここにできるでしょ？で、緑とかがいるから、これこう行きたいけど、でも一旦緑を立てといて、とかっていうことを考えると、最初に、クロスではないですけど、こうやって組んでいこうみたいなことを考えてから組むことがしっかりできるんですね。今、もう手崩しでバッと崩したやつを、じゃあやっていきましょうか。これ、ここにいます。ということは、個人的にはなんですけど、これを基準にするっていうことでもいいんですが、私はスクエア型とかバーバー型を作れるようになってからは、真っ先に目が行くようになったのはこの辺ですよね。これか、この下段のくっつきか、みたいなのがパッと見えたときは、この子を軸に考えていく、みたいな風にして、今の私は作っていってますね。で、この子とこの子をくっつけることができたら、ここの下に滑り込ませることができるよねと。なので、例えばなんですけど、なんとかしてこれを崩さずに、これって先に入れちゃったら、滑り込ませるときに、ここガクってずれちゃうんですよね、この子。だからこの子はもう先に入れることはできないので、どっかお散歩さしとくなりして、これとこれをうまくくっつけていくことができればな、なんていうことを考えるんですけれども、こことここの場所がちょっと良くないですね。ちょっとこれをなんとかして効率よく組めるように考えてみますね。
まあ別にこの向きじゃなくてもいいんですけどね。だからこれがこういう風に入ってはいるんだけど、こういう考え方もしようと思えばできるんですよね。これが下段にいてくれるから、こういうイメージですね。この子は向こう側にひっくり返そうみたいな。正しい位置は向こうなので。という考え方もできるんですけど、まあ今回ちょっとこっち向き、いやーどうだろう。こうの方がなんか正解な気がするな。これでいってみましょうか。もともとは今こうでした。ここにあって、ここにあって、ここにあって、こう。こう見てみましょう。こっちの方がね、なんかやりやすいような気がする。はい。こういう風にやったらいいかなというのがなんとなく見えたのでやってみようと思います。まず、この黄色オレンジをここに持ってきます。なぜならば、この子とこの子って正しい位置に持っていくのとくっつけるという動作を一撃でやることができるんですね。そういう位置関係にいるので、まずオレンジ黄色をここにセットしておいて、この子を正しい位置、そしてこの子をはい、スクエアでいけるやつにくっつけることができました。で、そうしたときに保管してたこの子ですね。ここにいてくれるので、まあ、UD をしてあげて、うわ、うますぎる。うますぎる。こんな感じです。だから今ぐらいだったら読めますよね。こうやってひっくり返した後に、ここにオレンジ緑が来てるから、あ、これできてんじゃん。じゃあ滑り込ませた後にこうやってやってここ入れればいいよね。みたいな感じで揃えていくとですね、まあ非常に簡単に揃えていくことができるわけですよ。1×2×3 ブロック作りに困っている方は、まあこの方法、特に注目するのは私は個人的にこれですね。このブロック。この下に滑り込ませればできるよっていう片割れですね。こいつを見つけたときは、なんとかしてエッジのブロックをどっかから持ってきて、とりあえずこれだけ作ってみるみたいな。で、この子はもうどこにいるか読めねえから、なんでもいいやというような感じで、後から考える。という風にしていっても全然いいと思います。慣れてくると、これの進化系って、要はこれなんだな、みたいな。3連バーが作れるのが進化系なんだな、みたいな感じで分かってくるようになるので、まあこれを見つけたときは、なんとかしてこうやって合体させられないかなみたいなことを見つけながらやっていくといいと思うんですけれども、一番最初はね、これでいいと思います。この子。または、ここですね。こういうのとかを見つけた時っていうのは、まあなんとかしてスクエア型とかそういったの作っていけないかなっていうことを考えることによって、非常に効率よくここの 1×2×3 ブロックっていうのを作っていくことができます。今の私の知識は完全にこの、なんていうんですかね、初級というか基本というか、そういう知識しかないんですね。なんですけれども、はい、パッと見たときに、今やっぱ一番最初に目についちゃうのこれなんですよね。だからここをベースに、ここにオレンジ緑のやつができれば滑り込ませてスクエアできるじゃん。じゃあオレンジ緑どこいいんだろうみたいな感じで探していくっていう風にやってるんですけれども、非常にうまくなります。これ何度ももういろんなパターンといいますか、反復練習してあげると、かなり組み方が上手になるので、ぜひ皆様も頑張ってチャレンジしてみると、1×2×3 ブロックを組むというのが非常に上手になるんじゃないかなと思われます。久々にしてはまあまあだな。ルービックキューブってやっぱりパズルなので、どういう風にやっていけば効率よく組めるかなっていうのを突き詰めてくれた究極系っていうのが、解き方、解放って呼ばれるものじゃないですか。なんですが、ここの 1×2×3 ブロック作りっていうのはかなり直感的なところがあるので、今さっきの例ではないですが、こっち向きで見てたんだけど、どうやらこう思った方がうまく組めそうだなとかっていうのが、なんとなくやってると分かってくるんですよね。なので、ここを組むのが早くなると、非常に APB 自体のタイムも上がります。ものすごくタイムが早くなりますので、ぜひ 1×2×3 ブロック作りというのを上手にしていくことによって、APB のタイムをもっともっと早くしていくことができるよというのがありますので、ぜひ皆様もチャレンジしてみてはいかがでしょうか。本日も皆様の貴重なお時間を動画視聴に当ててくださり、誠にありがとうございました。ここはね、完全にパズルです。パズルです。
で、今見てくださった通り、これを面白いと思うか、めんどくさいと思うかはその人それぞれだと思うんですが、私はぐるって回して、鮮やかにバーバー型ができたりとか、スクエア型ができたりとか、スクエア型のこの子を作っているのに、動かすことによって無駄なく向こうで I 型ができちゃってるとか、そういったことが非常に面白くて、もうここのね、1×2×3 ブロック作りドハマりしてるんですが、とても面白いので、ぜひ APB に限らずね、ルーメソッドやってみようという方にもこの知識って本当に使えるので、ぜひ 1×2×3 ブロック作り、気が向いた方はやってみてはいかがでしょうか。それでは皆様、本日も動画のご視聴誠にありがとうございました。まったねー。